先導秘法第5回最終は出身、体を超えた意識と虚空への同化。5回にわたってお送りしてきた意識変容と生体エネルギー探求のプロセス。脳波を深く沈め込む虚質性白に始まり、まぶたの裏の光を捉える炭鉱、下丹田で生命力を精錬する生薬、そして全身に高密度エネルギーを循環させる大薬と大終点のメカニズムを紐解いてきました。肉体をエネルギー循環の巨大なプラントへと作り変えた実践者が最後に向かうべき場所はどこなのか。それは高められたエネルギーと純化された意識を持って自らの肉体という物質の器そのものを解き放ち、宇宙の根源領域へと帰還するプロセスです。仙道においてこの最終段階は出身と呼ばれます。なぜ極限まで練り上げられた意識は肉体の境界線を越えることができるのか。そして自分という個の自我を脱ぎ捨て、一切の差別や制約が存在しない広大な領域、虚空と同化するとは一体どのような体験なのか。今回は意識の探求における究極の極意、出身と虚空への同化の全貌を明かしていきます。出身のメカニズムと虚空への帰還。仙道における出身という言葉はオカルト的な対外離脱や幻覚体験と混同されがちです。しかし高藤理論の視点に立つならば、これは人間の認知フレームワークの根本的なシフトになります。私たちがこれが自分だと感じている身体感覚や自我意識は、脳が神経ネットワークを通じて維持している一種の記憶と感覚のバリアーです。しかし大終点によって体内に超高密度のエネルギー、大薬が充満し、脳波が極限の変性意識状態へと落ち込んだ時、このバリアーは内側から溶解し始めます。第一のステップは陽心の構築です。体内で錬成された純粋な気と意識が凝縮すると、それは肉体の内部にもう一つのエネルギー的な意識体として確立されます。この意識体は物理的な骨や筋肉といった物質的制約を受けません。実践者が深く静まり返った意識の中で意念を頭頂部の百へと向けると、濃縮された意識の核はあたかも狭い部屋から広大な屋外へと飛び出すかのように肉体の頭頂部から解き放たれます。これが出身の瞬間です。肉体を離脱した意識が見る世界は日常の視覚や聴覚で捉える現実とは一線を画しています。物理的な距離や時間の概念が消滅し、空間そのものが自分の意識の内側に取り込まれたような圧倒的な全知感と解放感が広がります。そして第2のステップである虚空への同化へと進みます。肉体を抜け出た意識はもはや個人の自我に執着する必要がなくなります。自分と他者、主観と客観、物質とエネルギー、すべての対立構造が消え去った先に広がっているのは、万物を生み出す静寂なる根源空間、すなわち虚空であるタオです。意識をその広大な空間へと委ね、溶け込ませていく。あたかも一滴の水滴が広大な太陽へと戻り、海そのものと一体化するように、自分が虚空になり、虚空が自分になる、この完全な合一を果たしたとき、人間の意識の限界突破は完結します。肉体という一時的な衣服を着ながらにして、宇宙の根本実在とつながる線の領域がここに完成するのです。まぶたの裏の静かな光から始まり、体内の熱感の巡行、そして肉体を超えた虚空への到達へ。今回のシリーズでたどってきたこの道のりは、ふわふわとした癒しや根拠のない精神論ではありませんでした。それは自らの肉体と脳、そしてエネルギーの法則を正しく理解し、客観的なステップを一つ一つ踏んでいく、極めて実践的で合理的な
自己変容の技術でした。日常の喧騒に追われ、表面的な意識だけに縛られて生きる現代において、私たちの内側には未だ汲み尽くせぬ広大な可能性とエネルギーが眠っています。目を閉じ、静かに呼吸を整え、自らの内なる部屋を空っぽにすること。遥かなる意識の探求はいつでも誰の目の前にも静かにその扉を開いています。全5回にわたってお送りしてきた意識のメカニズムと実践の体系。この解説があなたの内なる可能性を目覚めさせ、新たな領域へと足を踏み出すきっかけとなれば幸いです。ご視聴誠にありがとうございました。